はい、皆さんこんにちは、あやかです。本日は、留学を決めたきっかけについてお話ししていきたいと思います。私は、15年間ほど日本で女優業をやっていたんですけれども、ある日突然ちょっと肌がすごいことになりまして、ある日突然といってももともと肌は弱くってアレルギー体質だったんですけれども、肌がすごいことになりまして、女優業を続けられなくなって、その時に、留学を決意いたしました。その肌の状態というのがこちらです。はい。これは結構ピーク時だったと思うんですけれども、女優業をお休みさせていただいてた時期の写真です。1年ほどね、こんな感じの顔で過ごしていたんですけれども、1年ちょっとぐらいでなんとか肌にファンデーションを塗れるかなぐらいまでのレベルになりました。もちろん赤みはすごくって真っ赤ですっごい分厚いカバー力のあるファンデーションを塗って、ようやく表に出れるかなぐらいのレベルになりました。本当に表に出たくなくって、でなんか女優業を続けられないとかいう不安よりも、もうこの先私は生きていけないんじゃないかって思いまして、お嫁さんにも行けないだろうし、サービス業カフェとかでも働かせてもらえないだろうなって思ってまして、私この先人生どうするんだろうと途方に暮れていた時に、もう日本にいたくないと思って留学を決めました。留学を決めたと言っても、その時にはまだ1年先のスケジュールというかお仕事が決まっていたりとかして、あと本当にパスポートの顔とこのぐちゃぐちゃの顔が違いすぎて、空港で止められるんじゃないかと思って、それも怖くてすぐに踏み出せなかったっていうのもあります。はい。で無事その最後のお仕事舞台を終えて女優業を辞めさせていただいて、目的全くなく、とりあえず日本にいたくないっていう理由で、海外に来ました。最初はフィリピンに留学に3ヶ月ほど行きました。フィリピンにいた時は肌の調子はそんなに変わらなかったです。良くなりもせず悪化もせずっていう形で、でもかなりストレスは減りました。自分の見た目は変わらないんですけれども、気持ちは全然違う。なんか見える世界が違いました。日本にいる時はもう人の目も見れないし、笑いもできなかったです。喋るのも痛くて、肌がこう突っ張ってて、でこの切れ目っていうか、このラインの部分、こうシワができるようなラインの部分がもうパックリ切れちゃっていて、そこをこう動かすともうすごい痛かったんですよ。なのでそれで笑顔になれなかったっていうのもあるし、笑顔になる瞬間がなかった悲しいけど3ヶ月のフィリピン生活を終えて、でカナダにワーキングホリデーで来たんですけれども、目に見えてどんどん良くなってきました。はい。カナダ生活の中で日頃気をつけていたことはたくさんあるんですけれども、一番感じたのはストレス減ったなって。それが一番大きな効果をもたらしたんじゃないかなって私の中で思っております。私当時ストレスをすごく甘く見てました。
ストレスとか言って言うのもあんまり好きじゃなくって、ストレスみんな抱えて一生懸命生きてるだろうって思ってたんで、あんまりストレスが原因でとか言いたくはなかったんですけど、ストレスって多分ものすごく体に影響してくると思います。留学をしたいって言った時に目的はあるのかとか、何のために留学をするのか、ワーホリってどうするのとか、私もたくさん言われたんですけれども、確かにゴールとか目的っていうのは大切だと思うんですけれども、未来のことなんて誰もわからないですし、悩みがあったとしたらその悩みってその人にしかわからない辛さがあったりとかすると思うので、私はもし留学ワーキングホリデーしたいけど周りにいろいろ言われて悩んでるっていう方がいらっしゃったら、私は自分の人生は自分で決めて自分の思ったように生きるのが一番いいなと思ってますし、私は、留学して本当に良かったです。目的ゴールもとても曖昧でないに近かったですけれども、なんとか私はカナダで生きていてやりたいことやれてますし、昔よりハッピーに過ごせていると思います。もしやりたいことがあって一歩を踏み出せないという方は、その一歩を踏み出す価値あると思います。皆さんが私のようにその一歩を踏み出してよかったなと思えるようになるように、祈っております。これからもこちらでの生活の様子や女優業について参考になるかわからないんですけれども、私の肌が一番ひどかった時にやっていたポジティブになるようなマインドセットとかスキンケア方法だったりも少し上げていきたいなと思いますので、皆さんぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今日も一日皆さんにとっていい日になりますように。ありがとうございました。バイバイ。